こんにちは。今日は3色の糸を使ってバッグを作っていきます。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト、 40g で40メートル、綿 100%、 使用界隈の目安は8号。これとこっちはセリアさんのブランクパニエ、綿 100%、 カラーナンバーは5番、 20g で19メートル。これと同じくこっちはカラーナンバー3番。この3色を使って編んでいきます。針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作ります。底は楕円形にします。鎖を編んでその周りを細編みで何周かします。この最初の鎖の数について、私は今回鎖32で、底の出来上がりは約32センチ。この鎖の数はいくつでも大丈夫です。お好きな長さにしてください。鎖編みをします。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。1周目を説明します。1周目はこの鎖の両端に細編み3つ。これが最後の鎖。ここに細編み3つ編んでいきます。こっちの端の鎖にも細編み3つ。これで1周します。スタートするのはここからスタートします。まず2つ編んで、端では1、2、3、最後にこの1つ、これをプラスして楕円形にします。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、かぎ針から1、2、これが1つ目。1つ目にマーカー、同じところにもう1つ。これで端の鎖に細編み2つ。次から1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。この最後の鎖の手前まで編んでいきます。端まで来ました。端の鎖に細編み3つ。まず1つ目、次は2つ目。2つ目を編むときにこの糸端を向こうに寄せておきます。これで2つ目。次は3つ目。3つ目を編むときにはこの糸端を手前に持ってきます。これで3つ目。端の鎖に1、2、3。次から1つずつ。まず隣。この糸端は編みくるんでいきます。このまま端の手前まで編んでいきます。端まで来ました。最後はここに細編み1つ。ここはこっちで見るとこの部分一周して最後にこの端に細編み1つ。
この1つ目の細編みの入っているところ、ここに最後の細編み、これで端の鎖に細編み3つで、1つ目の細編みに引き抜きます。引き抜きます。今引き抜いた糸、ここにマーカーをつけておきます。できればこっちと違う色。次は2周目。2周目はこっちで見ると、この1つの細編みに2つ細編みをします。ここにも2つ、ここにも2つ、2つ、2つ、1周編んで最後の細編みにも2つ。これで楕円形を作ります。スタートするのはここから。今糸が出ているところ、鎖1つ、根元に細編み1つ目、同じところにもう1つ、これで1つに2つ、次も2つ、1、2、次からは1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。端まで1つに1つずつ、この端の鎖に編んだ3つ、ここには2つ、2つ、2つ、これと同じように編んでいきます。ぐるっと編んで最後のここぐらいまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。マーカーの手前に細編み2つ、まず1つ目、次は2つ目、これで2つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。ここには細編みを編まずに1つ目の細編みに引き抜きます。今引き抜いた糸、ここにもう一度マーカーをつけておきます。次は3周目。3周目は今2つ編んだところ、ここを3つにします。なので1つと2つ、これで3つにします。この部分も3つにします。これで3つ。こっちまで編んで、ここでも3つにします。この順番はどちらでも大丈夫です。一周して最後も1つと2つ。これで1つずつ増えました。で、ここからスタートします。まず鎖1つと根元に細編み、これが1つ目。次は2つ、これで3つ。次もまず1つ、次を2つ、1、同じところにもう1つ。これでカーブができました。次から1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んで、この1つに2つ編んだところ、ここを1つと2つ、次もこの2つを1つと2つ、ここも1つと2つで1周してここまで
編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。マーカーの手前には細編み2つ、この2つを3つにします。まず1つ目、次を2つ、1、2、これで3つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。これは外して1つ目の細編み、今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目はこの3つを4つにします。例えば1、2、1、これで4つ。次もこの3つを4つにします。1、2、3、4、4つになりました。こっちも同じ。ここを4つ。これで1周します。まず鎖1つ、根元に細編み。次を2つにします。この2つにする順番はどこでも大丈夫です。これで2つ、次を1つで、この範囲で4つになりました。次またここで4つにします。まず1、次を2つ、この範囲で4つになりました。また1つずつ、端でも3つの部分を4つにします。で1周編んでここまで編んでいきます。4周目を編んできました。マーカーの手前に細編み3つ、これを4つにします。1、次を2つ、同じところにもう1つ、次を1つ、これで4つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。この引き抜いた糸にマーカーでもう1周編んでいこうかと思っています。これは何周編んでも模様が出来上がる数になっています。4周目はこの4つ編んだところ、ここを5つにします。1、2、3、4、5。なのでどこかを2つにします。こっちも5つにします。鎖1つ、根元に細編み1つ、4つのうちのどこかに2つ、どこでも大丈夫です。もう1つ、これでこの範囲に細編み5つ、またこの4つを5つにします。1、同じところにもう1つ、次を1つ、これで2つ増えました。次からまっすぐで、またこっちでは5つで1周してここまで戻ってきます。5周目の終わりまで来ました。マーカーの手前に細編み4つ、ここに1つ増やします。どれかを2つにします。
最後を2つにしました。でここは取って1つ目のマーカー、これで底が出来上がりました。50編んできました。長さは31センチ、縦は 7.5 センチぐらい。次は側面を編んでいきます。側面はずっと細編みをしていきます。まず鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次も細編み、次も全部一つに一つの細編みをしていきます。このカーブのところも一つずつ、これで一周します。一周編んできました。一つ目の細編みに引き抜きます。次は側面の2周目、鎖1つ、また根元に細編み、全部一つに一つの細編みを編んでいきます。このまま一周して最後に引き抜きます。また細編み、これをしばらく続けていきます。18センチ編んできました。ちなみに横幅は35センチ。次はこの下の部分の白の最後の周、とりあえずあともう一周編んで終わりにします。鎖1つ、根元に細編み、この根元の細編みは上から見ると2本糸が見えます。この向こう側の1本をすくいます。で、細編み、これが1つ目。マーカーをつけておきます。次の細編み、この入っているところ、同じところに細編みをします。ここにこれで大きな細編み、次また向こう側1本の細編みで大きな細編み、で向こう側1本の細編み、次は大きな細編み、これを繰り返して一周します。一周編んできました。一つ目の細編みに引き抜きます。ここで糸を切ります。で、次は色を変えて編んでいきます。同じところからスタートします。で、糸を出して鎖1つ、大きな細編みからスタートします。この細編み、まずここに下の細編みの入っているところで大きな細編み、次は2本の糸の向こう側1本、下と逆になっています。
これで一周します。茶色で一周編んできました。一つ目の細編みに引き抜きます。次は茶色の2周目、また交互に編んでいきます。鎖1つで、大きな細編みには向こう側1本の細編み、次は大きな細編み、これで一周します。このまましばらく編んでいきます。3周編んできました。1つ目の細編みに引き抜きます。ここで糸を切ります。さっきと同じ糸の変え方です。で、新しい糸で、ここが大きな細編みなので小さな細編みから始めます。向こう側1本の下、細編み、次は大きな細編み、これで同じように編んでいきます。色を変えて編んできました。茶色が3周、緑が2周、茶色が1周、白が1周。これはお好みで変えても大丈夫です。次に普通の細編みで編んでいきます。まず鎖1つ、根元の細編み、2本の糸の下、普通の細編みをします。次も同じ2本の糸の下、次も一つに一つの普通の細編みをしていきます。このまま一周します。普通の細編みを一周編んできました。次はマーカーをつけます。まず底を見て、整えて、脇にマーカーをつけます。細編みの数を数えて同じ数になるようにします。次はストラップを作る位置にマーカーをつけます。私は中央が13、脇は 10.5 センチぐらい。こっちも同じ。細編みの数を数えるとマーカーとマーカーの間が13、ここは14、13という感じでつけました。脇につけたマーカーは外しておきます。今の状態を上から見ると、ここから糸が出ていて、ここが1つ目のマーカー、2つ目、3つ目、4つ目で、糸が出ているところから1つ目のマーカーの手前まで普通の細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、マーカーをつけておきます。次もこのままマーカーの手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編みをします。ここから鎖を編んでいきます。まず1つ目、この1つ目の鎖の裏にマーカーをつけます。この糸が盛り上がっているところ、ここにマーカーをつけます。表から見るとこんな感じ。次は2つ目、3つ目、4つ目と編んでいきます。この鎖はあまりきつくしないで編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。鎖編みを55センチ編んできました。鎖の数は
72。これは実際に肩にかけてみて好みの長さにします。次は2つ目のマーカーのところにつなぎます。まずねじれていないか確かめます。で、最後の鎖にマーカーをつけます。この最後の鎖、裏返して糸が盛り上がっているところ、表から見るとこんな感じ。で、2つ目のマーカーのところ、この時は鎖、長い糸でマーカー、手前から向こう細編みをします。細編み、これでつながりました。次から普通の細編みをしていきます。隣に細編み、次もこのまま反対側まで編んでいきます。で、こっちでも同じ。このマーカーのところに細編み、鎖で1つ目の細編みに引き抜きます。鎖1つで、また1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。今足元を見ると、ここに普通の細編み1つ、次は鎖の出ている細編み、この鎖の出ている細編みの両端、こことここで2つを1つにします。まずここから糸を出します。次はこの1つ目の鎖、ここから糸を出します。マーカーのついているところ、裏返して糸を出します。一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つに一つの細編み、この糸が盛り上がっているところ、裏の糸が盛り上がっているところ、次も引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。で、このまま鎖に細編みをしていきます。反対側の付け根まで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。またこの鎖の出ている細編みの両隣、ここから糸を出して、次はここから、まずこのマーカーをつけたところ、糸を出します。次はここから糸を出します。これを一度に引き抜きます。今引き抜いた糸にマーカーをつけます。次から普通の細編み、で反対側まで編んでいきます。反対側も同じです。ここから糸を出して、次はここから一度に引き抜きます。で細編みで、こっちはここから糸を出して、次はここから一度に引き抜きます。でこの一つ目の細編みの手前まで編んでいきます。一周しました。最後の周は大きな細編みをします。鎖一つ、ここではなくてこの下、大きな細編み一つ、一つ目にマーカーをつけておきます。次も大きな細編み、ここではなくてここに細編みをします。全部この大きな
細編みで一周します。これで1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。このマーカーの分をここにします。この分をここで大きな細編み、次はストラップ、この分をここにします。この分をこの鎖裏返してここに細編みをしていきます。大きな細編み1つ、次はこの分をここに次はここ、このまま向こうまで編んでいきます。でここではこのマーカーの分をここにします。この分をここでまた同じように大きな細編み、こっちもこの分をここにします。で同じように編んで、最後はこの分をここにして、で1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。一周しました。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに残してとじ針で始末します。1つ目の細編みの手前から向こう2本の糸の下、これが最後の細編み。最後の細編みの上から裏に出して、これを小さくします。あとは裏でほどけないように行ったり来たりします。これで終わりました。これで出来上がりました。とても可愛いバッグが出来上がっています。ストラップは長めにしました。サイズは縦が25、横幅35、ストラップは55センチ。使った糸は白が 220g、茶色が 40g、緑は 20g。だいたいこんな感じになっています。最後までご視聴ありがとうございました。